皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？明けましておめでとうございます。ついに2026年になりましたね。今日は私が住んでいるところは1月2日なんですけど、皆さんお正月はどんなことをして過ごしましたか？私はもうお正月ずーっとのんびりのんびり過ごしてたんですけど、皆さんもきっとパーティーとか家族で集まったり、いろんな楽しいことがあったと思います。そして今年2026年、皆さんにとってとても素敵な一年になることを心から願っています。そして今日のポッドキャストでは、ちょっと私のお正月の過ごし方について皆さんと一緒にのんびりゆったりお話ししていきたいなと思います。新年一つ目の動画なので、のんびりちょっとポッドキャストでも聞こうかなくらいに思いながら聞いていってくれると嬉しいです。で、最初にちょっとお話ししておきたいことがあるんですけど、皆さん見てもわかる通り、なんだかね、顔に傷ができてしまって、傷というか、あざなんかすごいことになってるんですね、今、顔が。めっちゃ赤いんですけど、全然何かあったとかじゃないので、心配せずに見ていってください。ちょっとね、一つ目の動画からもうお見苦しくて申し訳ないんですけど、元気なので大丈夫です。では早速私のお正月についてお話ししていきますね。で、今日どんなことについてお話ししたいかというと、ちょっとね、私の2026年の抱負、目標のことについてなんですけど、なんと、この新しく立てた目標を1月1日、お正月からすでに守れないところだったんですね。危うく立てた目標を1日目から失敗するところだったんですけど、今日はね、ちょっとなんでそんな風に1日目から抱負を守れそうになかったのか、そんなことについて少し楽しくお話ししていきたいなと思います。で、最初にも言った通り、本当に今年のお正月はのんびり過ごしてたんですね。朝7時に起きて、で、家族でお雑煮っていう伝統的なスープを食べて、一人で映画見て、で、ゴロゴロして、絵を描いて、ゴロゴロして、ピンタレスト見て、みたいな感じで、本当に好きなことだけして、のんびり過ごしてたんですけど、で、最初にちょっと私が立てた目標についてお話ししておきたいんですけど、今年はちょっとね、あんまり大きい目標っていうよりも、小さな目標だったり、毎日毎日続けることができること、そんな風なちょっと簡単な目標というか、簡単だけどたくさんたくさん抱負を考えたんですね。小さい目標をたくさん考えました。で、そこで、一つ目は、朝できるだけ早く起きる。二度寝しない。そう、最近はね、ちょっと寒くて、全く朝早く起きることができてなかったので、ちゃんと、朝1回目起きたら二度寝せずに、せめてそのまま起き上がろうっていう簡単な目標を立てました。で、他にも、ちゃんと英語の勉強を続けるとか、1日少なくても5分は絶対にストレッチする。で、もう一つ最後に立てた目標は、1日1分でもいいから外に出ることだったんですね。で、これはどういうことかというと、私は2025年、本当に外に出なかったんですね。私の趣味はもともと部屋の中でできることが多くて、映画を見るとか、絵を描くとか、勉強も趣味なんですけど、こういうのって全部全部家の中でできちゃうことじゃないですか。だから外に出る理由があんまりなくて、本当に出ないんですね。余裕で72時間ぐらい家の中に入れる性格なので、
外の空気を吸うっていうことも本当に少なかったんですけど、これはあんまり良くないなと思って、体にも心にも良くないなと思って、1日に1分でもいいから外に出るっていう、すごく簡単そうな目標を作ったんですね。で、それを踏まえて聞いてほしいんですけど、最初にも言った通り、朝私はお正月に7時に起きて、で、お雑煮を食べました。で、そんなことをしていると7時半ぐらいになって、で、メイクしたり、のんびりしたりしてたら、8時ぐらいになったんですね。で、8時になって私は何気なくメールを開いたんです。そしたら私が好きなファッションサイト、例えば H&M とか、日本で有名な&ST っていう、サイトがあるんですけど、そういうところからメールが届いてたんですね。で、何のメールだったかというと、初売りセールって呼ばれる、お正月の時期、新しい年の時期に行われるセール、割引がやってました。その割引をやってますよっていうメールがたくさん届いてたんですね。で、そしたらいつもあんまりショッピングしない私でもなんか面白そうだなとか思って開いちゃうじゃないですか。開いちゃったんですね。それがもうね、終わりの始まり。気づいたら2時間ぐらい経ってたんですね。ずーっとウェブサイト見て、あ、この服かわいいなとか、この雑貨かわいいなとか、そんな風に思って見てたら2時間経ってたんです。で、私はあんまり試着なしで買えるタイプじゃないので、2時間見たのに結局何も買わずに画面を閉じたんですね。で、2時間経った後、その時は日本時間で朝の10時だったんです。で、日本の1月1日、朝の10時は何の時間だったかというと、皆さんお待ちかねのストレンジャーシングスの最終話の配信予定日、配信予定時間だったんですね。で、私はもうそれをすごくすごく楽しみにクリスマスから待ってたので、もちろん見ますよね。もう私は10時になった瞬間にストレンジャーシングスをスタートしました。そしたら何が起こったかというと、その最終話、2時間もあったんですね。2時間もありました。で、もちろんストレンジャーシングスはすごくすごく面白いので、あっという間に2時間が過ぎて、もう私はその2時間ずーっと感動してたくさんたくさん泣いてたんですね。もう号泣してました。あんまりネタバレになるから言えないんですけど、もうね、絶対にストレンジャーシングスを見た人だったら、きっとね、泣いた方がこの中にもいらっしゃると思うんですけど、本当に、もうあっという間、面白すぎて、あっという間に2時間過ぎ去ってしまったんですね。で、そしたらお昼の時間です。12時にじになりました。12時になって、もちろんお腹が空きますよね。朝7時にお雑煮を食べたっきり、珍しく私は何も食べてなかったので、お昼になったらすごくすごくお腹が空いて、料理をしにリビングに行ったんですね。キッチンに行きました。で、料理作ってご飯食べてってしてたら、気づいたら1時ぐらいになってるわけです。で、もちろんご飯食べたら眠たくなる。しかも私はストレンジャーシングス見て泣いて疲れてたから余計に眠たくなっちゃって外に出る気ももちろん起きなかったんですね。もうただただゆっくりのんびりしたいなっていうふうに思って私はベッドに寝転んだんですね。で、そしたら気づいたら3時です。そう、寝ちゃってたんですね。お昼寝してました。で、もちろん目が覚めても、あんまり何かやる気が起こるっていうわけでもなく、もう今日は一日中ゆっくりしよう。そんな風に思って、私は絵を描くのがすごく好きなので、絵を描くことにしたんですね。お正月から。お正月からミニキャンバスに絵を描いて楽しく楽しく過ごしてたんですけど、そしたら夕方の5時になって
気づいたらお父さんがお仕事から帰ってきて、夕ご飯の時間になりました。日本ではお正月におせち料理っていう伝統的なご飯を家族で一緒に食べるんですけど、私の家でもそれをいつも食べるので、それと一緒に少し美味しい日本酒を飲んでたんですね。そんな風に久しぶりに家族とのんびり過ごしてたら、気づいたら8時ぐらいかな、それくらいになってたんですね。で、そこからもまた、のんびり私は自分の部屋で過ごして、で、気づいたら9時になったんです。夜の9時。で、私はそこで思い出したんですね。ああ、外に出てない。やばい。外に出てないぞ、と思って。で、そんな風に夜9時に私は早速新しく立てた抱負を守ることができてなかったんですね。冗談抜きで1分も外に出てなかったんです。その時点で。で、私はもうお腹いっぱいだし、ちょっとお酒も飲んでるし、そんなに外に出る気分にももちろんならないじゃないですか。だから諦めようとしたんですね。もういいや、他の勉強はしたし、朝頑張って早く起きたし、あと何だったっけ他にもストレッチもしたし、そんな風に他の抱負はちゃんと達成してたから、一つぐらいサボっちゃってもいいかなって思って諦めようとしたんですね。でも、なんとなく心の中でもやもやして、一年の始まりの日、お正月の日から諦めちゃっていいのかっていう風に思って、私は決心したんです。頑張って外に出ようと思って。もう頑張ってそこから着替えたんですね。着替えたって言ってもちょっと暖かい服に変えただけなんですけど、お散歩に行くことにしました。そう、夜9時から英語のポッドキャストを聞いてお散歩しに行ったんですね。もうめちゃくちゃ頑張ったんです。自分的に。なんか多分、きっとね、パーティーとか、家族に会いに行くとか、そんな風に外に出ることが当たり前だって思う方もいらっしゃると思うんですけど、私にとって本当に外に出ることっていうのは、すごくすごく大きいことなんですね。お正月ならまだしも日常的になんて本当に考えることができないぐらい結構頑張らないといけないことなんです。でも1分だから簡単でしょと思って抱負を立てたのに、その1分も守れないところだったんですね。でもギリギリセーフ。夜の9時に30分ぐらいお散歩に出かけました。で、そしたらもうすごくすごくいいことが起こったんですね。私の心と頭に。で、なんか結構やっぱりずーっと家の中にいてると、自分のお仕事のこととか、プライベートのこととか、自分のメンタルなこととか、何でもかんでも考えすぎてしまうんですね。余計なことまで考えてしまう。考えなくていいことまで考えてしまう。そんなことが私にはよく起こってたんです。でも、そんな風に外に出て、ポッドキャスト聞きながら、頭を空っぽにして、ただただお散歩をしたら、頭だけじゃなくて心もすっきりしたんですね。頭ももちろんすっきりして、こういう日本語のポッドキャスト、どういうことを話そうかなっていうアイデアがたくさん浮かんだし、心も余計なことを考えないから、すごくすっきりしてポジティブになったんですね。全部ポジティブになりました。で、それがすごくすごく、大切なことだなって、やっと気づいたんですね。2026年になって。もちろん去年もそれは気づいてたんですけど、それでもやっぱりサボっちゃう。なんか外に出るのをサボっちゃったりしてたんですけど、今年こうやって1年の最初に再確認できたことで、なんだかやる気が溢れてきました。もうやる気がどんどん湧いてきて、もうこれは2026年続けるしかないなと思って続けることにしました。とか言いながら1月2日、今日はね、まだ外に出てないんですけど、でも出ます。もう少しで。
ちょっと多分今日も外に出るのは夜遅くになるんですけど、朝早くでもお昼でも夜遅くでもいいから、もう少しでも外に出ることにしました。本当にこれは頑張りたい。なんか他の抱負、英語の勉強とか、あと朝早起きすることとか、ストレッチすることは2025年からずっと続いてたことなので、そんなにハードルが高くないんですけど、この外に出るっていうのが自分の中で思ってたよりもハードルが少し高かったんですね。なのでちょっと改めて頑張ることにしました。もうね、ちょっと自分のために決心しました。今年は明るく幸せにできるだけ元気に生きたいなって思ってるので、外に出てポジティブな気持ちになれるようにしようと思います。皆さんの中にもきっと抱負をすでに立てた方と立ててない方がいらっしゃると思うんですけど、きっとその中にはそういう目標だったり、抱負を考えるのが好きな人、得意な人もいれば、逆に抱負とか目標を立てることが少し、負担になってしまう、ストレスになってしまう方もいらっしゃると思うんですね。で、私自身も正直大きい目標っていうのが最近少し疲れてしまうことが多かったので、今年はそういう大きい抱負はやめて、小さな抱負をたくさん作ることにしたんです。で、これが個人的に結構おすすめなので、ぜひあんまり抱負立てるの得意じゃないなっていう方にも、一度試してみてほしいなと思います。そしたら私みたいに何か素敵なことを発見できたり、ポジティブに過ごすことができるきっかけにもつながるかもしれないし、それこそ勉強とか仕事のモチベーション維持にもつながると思うので、よかったら参考にしてみてくださいね。では今日はこんな感じで、すごくゆるく私のお正月についてお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？多分ね、皆さんが想像していたようなお正月に神社に行ってお参りをしに行くみたいなことは私はお正月にしていないので、ちょっとびっくりした方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういう初詣って呼ばれる、お参り、そういうのは私はちょっと違う日に行きます。私の家族は2日とか3日にちょっと他の方たちと日にちをずらしていくことが多いんですね。なので今年はまだ初詣はしてないんですけど、でもやっぱり2026年新しく始まったということで、新たな気持ちで2026年をスタートしたいなと思います。これから2026年はもっともっと自分らしく、2025年の自分よりもありのままの自分を皆さんにお届けしたいなと思うので、これからはね、もっと素の私になると思うんですけど、温かく見守ってくれると嬉しいです。そして今年も全力で、皆さんの日本語の勉強のお手伝いができるように頑張ります。いつも私のチャンネルを見てくれて、改めて本当にありがとうございます。皆さんもぜひ素敵な一年を送ってくださいね。では今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。